黒沢清監督です。続いて佐々木隆平役香川照之さん。佐々木めぐみ役小泉今日子さん。佐々木隆役小柳優さん。最後に佐々木健二役井之脇海さんです。僕が代表していただきましたけども、すべてのスタッフ、キャスト全員の力で作った映画ですから、全員に与えられた賞だと思っています。カンヌというのは、皆さんご存知だと思うんですけど、南フランスにある場所でヤシの木がたくさん生えてるんですよね。で、パルムドールというパルムっていうのはヤシの木のことなんですけど、これだからここにでっかくこのヤシの木のヤシの葉っぱですよねがあしらってあって、カンヌのショーなんだっていうのがこのヤシの図案見ただけで伝わってきて、もらってみるといいもんですね。はい、なんかカンヌで賞をいただいたってやっぱり、それだけでこの葉っぱの形を見ただけで、とても喜ばしいことです。どうもありがとうございました。日本より早く、たまたまカンヌ映画祭が早く開催されたものですから、できて本当に愛しの作品をまずカンヌで見せたんですけども、東京その他を東京で皆さんにお見せするのは今日が初めてです。カンヌの時とはまた違った緊張をしております。皆さんどうご覧になった方感じられたのか、今後この映画が皆さんの心の中にどのような形で残っていくのか気になっているところです。しかしこれがこの映画のスタートだと思っていますので、公開の日に向けて、どうかいろいろとこれからご協力をお願いいたします。本当に今日はありがとうございました。カンヌ映画祭で上映が終わりまして、本当に手応えがあったんですね。で、何回か映画祭に行かせていただいている中で、これほど拍手を受けたことはなかった。で、黒沢監督がもうすごく早めに切り上げて会場出られてしまったんですね。普通拍手が終わるまではこれどこまで拍手続くかなって楽しみにしてたら、黒沢監督が本当もうものの2分もしないうちにパーって出られて、ただそのことが逆に効果になってなのか何なのか、会場の外に出ても本当にみんなに囲まれて、そしてクロワゼット大通りっていう一番の目抜き通りを歩いてる時もですね、本当に大勢のお客様のフラッシュと拍手に囲まれて、その目の前にあるホテルまで戻りました。それが僕にとって本当に最高の経験でした。あんなに祝福されたことは今までなかったし、これからもあるだろうかと思います。本当に幸せな瞬間でした。それも含めてこの映画からいただきましたことを感謝申し上げます。ありがとうございます。もう撮影をしている日々でももう私はかなり興奮しているというか、すごい映画に関われて、とても素敵だなっていうふうに思ってました。で、今映画っていうのは出来上がってから皆さんに見ていただけるまでにすごく時間がかかるので、やっとここまで来れたという喜びでいっぱいです。香川さんとの絡みのシーンがあったんですけど、そこで初めて鳥肌が立ったというか、初めてなんか全身を震わされたような、本当に役者としての楽しみというか、これが皆さんが役者にはまるっていうか、そういうことなのかなっていうか、なんか一歩でも
役者に近づけたんじゃないかなと思える作品で、本当に監督にも加賀さんにも小泉さんにも、そして海君にも本当にお世話になりまして、本当にいい作品に出れたと思ってます。本当にこの作品に出られたこと、そして監督香川さん、小泉さん、ゆうくんに、会えて本当に嬉しかったです。まだ僕は全然演技経験不足なんですが、この作品は俳優にとって第一歩だと思っているんで、今後ともよろしくお願いします。そういう賞の対象になっていることさえ知らなかったもんですから、最初聞いた瞬間はそれ何かの間違いなんじゃないですか、別な作品と間違ってんじゃないでしょうかという正直思いました。ただどうも本当らしいので、素直に驚き嬉しかったですね。逆に何かの賞の対象になっていると知っているとやきもきして、まだかまだかとか、落ちたらどうしようとか、いろいろ変なことをいろいろ考えたんでしょうけど、何も知らなかった分、本当に最後に隠されていたプレゼントを入って渡されたような、とっても幸せな気持ちでした。僕はですね、ある視点部門がに対して賞があるということを事前に知っておりましたものですから週末はやきもきやきもきしてですね、メールをチェックし、いろんな電話の前でもう張るような状態ではあったんですが、たまたまその時すごくバタバタしていてですね、実はそれを知ったのがもうそのコメントを出さなきゃいけない直前ぐらいで、マネージャーのメールだったんですけれども、それがもうメールが来てから6時間7時間ぐらい経っていて、慌ててですね、コメントをしたりして、その日の夜の7時のニュースでNHK のですね、流れるということを聞きつけましたので見てみましたらですね、すごく長い間中の映画の本編のシーンも出てですね、そのニュースを見た瞬間に僕は本当に先ほどの小柳優さんではないですけれども、鳥肌が立ったというか、本当にうわ受賞したんだ、 NHK のニュースでやってるってもう人事のように嬉しくなってですね、そこからまた夢のような日が今に至って続いているという浮かれポンチな状態ですが何が嬉しかったかっていうと、監督もと、あとこの家族全員でレッドカーペットを歩けたことだったんですけど、もうそれだけですごく大満足していたので、帰ってからその受賞、やはり、マネージャーからのメールだったと思いますけど、聞いた時にどっちかっていうと怖いっていうか身が引き締まる思いというか、これから日本で公開になりますから、ちゃんときちんとどんどんこの映画のことをちゃんと伝えていかなくちゃいけないっていう感じで、ちょっと身が引き締まるという感じでしたね。新聞真ん中ってことはゆうくん主演なのってすごいメールが来まして、僕はたまたま真ん中でバカでかいのが真ん中にいるぞってすごいメールが来て、それでやっと日本で俺の名前が出たのかなというか、そういう感じでカンヌに俺は行ってきたんだって、そこでやっと実感が湧いたというか、そこまではあんまり実感湧かなかったので、すごくそこで実感湧きました。その時はあんまり気にしてなくて、さらりと撮ったんだって思ってまして、で一人で部屋に行ってショーってなんだろうって考えて、なんだろうって思って聞いてみて、詳しいこととかネットの内容を見たりとかして、こんなすごいのに出ちゃったんだって、僕でいいのかってちょっと不安になりました。僕はこの黒澤監督の映画に関しては本当に全て黒澤監督にお任せしておりますので、黒澤監督がもう本当に9割9分その空気感を作り上げられて脚本の中に込められ、あるいはその役者の動きをですね、まずご自分でなさるんですけれども、こういうふうに動いてくれということで、僕のやることはもう本当に最後のあとのだるまに目を入れるだけぐらいな分量でしかないんですね。その意味では苦労したということは本当に何もなくて、ただ黒澤監督の空気を楽しんで、それを味わっているうちに、撮影がもう短くて仕方なくてですね、もう終わりかと、最終日にはもうリテイクないのかと、もう本当にちょうどクリスマスの前だったんですけども、去年
本当に去りがたいというか、こんな幸せな空気だったらもういつまでもやっていきたいっていうか、いつか10時間ぐらいの映画撮ってくれ黒沢さんみたいな。一緒に楽しめる、仲間というか香川さん、それから、小柳君、井之脇君と一緒だったから、すごくたやすいことでしたね、家族になるっていうことが。それはすごくやっぱり感謝してます。はい。まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、僕は割とホラー映画を撮ることが多くて、どこかで、ホラー映画の専門家のように思われていた節があるんですけど、ホラー映画僕嫌いではないんですが、そればかりやり続けようと思っていなかったので、東京ソナタは全然違うジャンルのものとして挑戦いたしました。で、まあ、これからがスタートですけども、まあ、今のところホラー映画でないものも随分やってみて面白いなという手応えを感じましたので、やはり今後これまでやったことのないジャンル、あまり怖くて手が出せなかったもの、自分は苦手なのではないかと思っていたようなもの、そういうものにできるだけチャレンジしていきたいなと思っています。まあ、普通もう50も過ぎますとですね、自分のテーマとか自分の方法を決めてたった一つのもので繰り返しやって安定していくのが普通なのかもしれませんけど、ますますなんだか全然違うものがやりたくなっておりますね。このままずっとそれが続くんじゃないかと思います。次はまた全く違うものを多分に手を出すでしょう。ありがとうございました。